あ新宿じゃない方がいいんだもんね。やっぱ別に自由が丘行かないとな。意外。今日のバッグの中身に新しく加わってるのがタマフレンズのゴンのポーチです。ここにはリップとコームと手鏡が入ってます。そして最近ガチャガチャでゲットしたミッフィーのポーチに小銭を入れてます。結構入るんです。ミッフィー、今日はトートバッグでいきます。今日のキーホルダーは控えめにパンちゃんにつけるか。なんか美味しそうなパンだって。中でも食べれる系の感じだった。申し訳ないね。まさかそんなつもりで。今朝の9時半ぐらいなんですけど、今日はこれから友人2人と会う約束をしてて、その友人は毎年コナンの映画を一緒に見に行っている、もう10年以上一緒に見に行っている高校からの友人です。ギリギリ昨日蔦屋書店で購入したのはこのアルコベトナムホーチミンの旅行雑誌を買いました。10月に友人とベトナムのホーチミンに行くので、これでちゃんと予習をしていこうと思います。昨日実はすごい偶然の出会いがあったのでお話ししたくて、私去年の11月に彼と韓国旅行に行ったんですけど、その時に韓国のコスメブランドのノンフィクションっていうお店に行って、このボディミストとハンドクリームを購入したんですよ。でその時にいた男性の店員さんがすごい親切な方で、このお店に行く前に別のお店で購入したものの免税のやり方がわからないままお店を出ちゃって、でレシートは持ってたんですけど、どうしたらいいんだろうと思ってこのノンフィクションの店員さんにちょっと尋ねてみたんですよ。韓国の免税でこのレシートでできるんですかみたいな。そしたらその店員さんがその別のお店にわざわざ電話してくださって、状況を説明して、このレシートでこうやったらできますよみたいなのを私に教えてくださった優しい店員さんがいたんですよ。ありがたいと思ってて、そういう出来事があったんですけど、今年代官山にノンフィクションの店舗が初上陸したんですよ。で行ったことはなくて、ただ昨日ちょうど代官山にいたので彼と寄ってみるかって言ってふらっと立ち寄ったら、その韓国で親切にしていただいた店員さんらしき人がいて、彼とあの人ってイテウォンにいた人じゃないかって言って思い切って話しかけたんですよ。その日本語も流暢に喋れる方なので、私たち
こで韓国で親切にしていただいたものでって言って、そしたら覚えててくださって、夜に来た電話したみたいな、そうですそうですって言って、このテスターをこんな包んでくださって、その日は買う予定がなかったのでまた来ますって言ってバイバイしたんですけど、こんな偶然あるのって思ってすっごいびっくりして、韓国で親切にしていただいた人が日本の店舗に移動してきてて、しかも東京で会えるってそんなことあるのって思って、もうやっぱり海外旅行で親切にしていただいた時とかってすごく顔とか覚えてるし、自分たちの記憶にもしっかり残ってる出来事だったので、親切にしていただいたことって記憶に残ってるねっていう話をして、私たち的にとてもミラクルなことが起こった昨日でした。やばい、もう時間が。で、今日はその友達のお家に行くので Vlog は撮らないんですけど、そんなところで友達に会いに行ってきます。お母さんとか言ってなかった？流行ったんだよ一回、これが体にいいですって言って、きな粉はいいって言われてんだよ。少しの味。リサイクルショップがちょっと遠かった。本屋さん逆に臨時休業。静か。ちょっと静か。
さ、マグネット？マグネット色しおり？そう、何それ？どういうことってなってるんだよね。うわ、可愛いじゃんこれ。てかこれ6万ドル。今お送りした資料を今年4月かなにバランスとかを見て、ありがとうございます。もうすぐ午前10時なんですけど、今日は2時に美容室の予約を入れてるので、それまでカフェで作業しようと思ってます。美容室で今日カラーしてもらうんですけど、3ヶ月ぶりで頭のてっぺんのところがプリンになってきちゃってるので、やっと染められる。嬉しいです。で、なんか意外と仕事が忙しくなっちゃってて、もう美容室終わってからもめっちゃ頑張って仕事しなきゃと思ってるんですけど、今日は彼が飲み会が入ってて遅くなるらしいんで、もう夜まで家でがっつり仕事しようと思ってます。行ってきます。ちょっと外羽な感じになるんです。はいはい。そうですよね。なんか夕方からめっちゃ思ったんですけど、外して値段が。そう。美容室に行って帰ってきました。今回もブリーチせずにできるだけ赤くしてもらいました。
いい感じです。今夕方4時半になるんですけど、ちゃんとしたお昼食べてないので、お昼兼晩ご飯みたいなのを今から食べて、その後はずっと仕事 しようかなと思います。仕事しようかなというか、仕事しなきゃだなと思います。実は今日朝カメラを回した時に話すの忘れちゃったんですけど、以前 GR4 っていうカメラの抽選に行ってきた動画を上げたんですけど、今日その抽選結果が出る日で、というかもう今メール届いてて、その当選しても落選してもメールは届くんですけど、これを動画を回しながらメールチェックしたいと思います。GR4 っていうコンパクトデジカメの新しい世代、4ですね。それが当たっているかどうかを今から確認します。怖い。今ここにメールが届いてるんですけど、怖っ。もう当たったら奇跡っていうぐらいの倍率だと思うんで、期待しちゃいけないと思いつつも当たってほしい。見ます。落選です。今回落選となった方で、次回の同一機種の抽選販売にエントリーを希望される方は繰越エントリーが可能です。します。